はい。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか？はーい。春の日本語ポッドキャスト始まりました。皆さん、最近はどうですか？ちょっと始め方が下手すぎてすいません。はい。まあなんか今ね、ちょっと私、朝なんですけど、フランスのね、なんか今どうやら日本で津波警報が出てるらしくて、特に東北の方ですね。なんかちょっと怖いですね。津波。今日は7月の30日なんですけど、はい。なんかロシアのなんかカムチャッカ付近でマグニチュード 8.8、 かなり大きいですねの地震が発生して、その影響で日本の、主に北の方に津波が、観測されたということですね。はい、皆さん、このねポッドキャストが公開される頃にはもう津波は収まってると思うんですけれども、皆さんね、日本に住んでる方、これから旅行に行く方、改めてね、地震や津波、あとは台風、夏はね、その情報をこまめにね入れられるように、ちゃんとニュースとかチェックしておくといいかもしれませんっていうか、いいと思いますね。日本のニュースとかをね、なんか旅行中にね地震とか津波とかね起きてるのわからないじゃん。台風は天気だからね、結構天気予報を見ればわかると思うんですけど、そうはい、気をつけてくださいねということで、無事を祈りますね。今東北とか北海道とかにいる方々、そしてロシアの方もちょっと心配ですよね。カムチャッカ半島で、はい、大丈夫なんでしょうか。はい、ということでね、はい、ちょっと今日は本題に入っていきたいと思います。今日の、トピックは子供の頃の遊び、外遊びですね。外でどんなことを遊んでいましたかというお話です。皆さんはね、子供の頃外でどんな遊びしてましたか？サッカーとかね、なんかいろいろあるよね。今のね日本の子もあんまり変わってないと思うんですけど、今日はね私が子供の時によく遊んでいた遊びとか、その遊びについていろいろちょっと紹介したいと思います。日本はですね、基本的にねボール遊びができないんですよ、外で。特に東京とかになると公園とか結構、いっぱいあるんですけど、小さいのでボール遊び結構危ないんですね。人も多いので。なので公園でのボール遊びとか、結構禁止されているところが多くて、基本的にボール遊びするんであれば、学校の小学校とかで遊ぶかなと思います。はい、学校の小学校だったら何でもできます。学校の小学校って何？小学校は小学校でね。小学校の校庭。小学校の校庭で遊んでいました。そういう場合は、ドッジボールとか。ドッジボール、サッカー。あと一輪車かな。私はもう一輪車乗り回してましたね。もう暴走族でしたね。一輪車の。もうどこでも行っちゃうよって。一輪車で。もうスイスイスイってね。はい。暴走族やってました。あとは、縄跳びとか。もう縄跳びもこれもすごかったですね。もうぴょん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 。もうぴょん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 飛んでましたね、縄跳びで。そんな感じでした。今回はね、こういう、道具を使った遊びではなくて、日本的な文化とか伝統的なね、日本の遊びをちょっと紹介しますね。まずですね、一番一般的な外遊びは、鬼ごっこ。鬼ごっこです。はい。ちょっと聞いたことあるよ、みたいな方いると思うんですけれども、鬼ごっこは一番一般的ですね。どんな遊びかというと、鬼ごっこなので鬼がいます。一人鬼がいて、他の子供たちは鬼から逃げるんですね。で、大体じゃんけんに負けた子が一人鬼になって、10とか20ぐらいを数えるんです。1、2って目つぶってね。はい。
で、その間に子供たちは逃げます。いろんなところに。パーって。で、10ぐらい経ったら、その鬼が、その他の子供たちを追いかけて、タッチしたら、その子はもう終わりです。はい。みたいな感じで全員タッチして捕まえたら、一番最初に捕まった子が次の鬼みたいな感じで、永遠に繰り返していきますね。これが多分最も一般的な日本の、伝統的な遊びで、どうやらね、この鬼ごっこのなんか歴史を遡ると、平安時代に起源があるらしくて、平安時代から始まってるらしいんですよね。平安時代って何年前？ちょっと調べます。平安時代、何年前？平安時代は今から1300年。1300年前から鬼ごっこやってんの？すごいじゃん。はい。これが一般的な遊びですね。そこからね、いろいろ、なんか、派生してですね、いろいろな鬼ごっこ系が生まれておりまして、あとは氷鬼、色鬼、高鬼ですね。氷鬼はね、確かね、鬼がタッチした時に、タッチする前に、子供は氷になれる。氷とか言って、なんかバリアみたいな。で氷になっちゃうと鬼の人はその人を捕まえることができないんですよ。でも、その子供たちがもし氷になったら、自分で氷を溶かすことができないから、他の味方の子供たちが自分をタッチしないと氷が溶けないみたいな。そう。だから、鬼に捕まるってなった瞬間、氷みたいな。で確かに1回しか使えないとか、なんかそういうルールがあって、そう、1回だけ自分の身を守ることができるみたいな話だったと思う。ただ、なんかみんなが氷になっちゃって、動けないときはもう鬼が勝つみたいな。あと、色鬼。色鬼確かになんだ？忘れちゃったな。色鬼。色鬼もね、また鬼が一人いるんです。基本的に鬼が一人って、なんかこれ面白いよね。鬼がいるっていうのはやっぱり、その昔の日本の、ね、なんか、文化を感じるよね。鬼を恐れていたみたいな。そう。そうだ。鬼がいて、で、鬼は一つの色をみんなに伝える。なんか赤とかね。で、子供は鬼から逃げて、鬼から逃げてる時に、その赤色のものを見つけて、タッチしてると、安全みたいな感じになるらしい。で、同じ場所を2人の人がタッチできない。だから赤って言って赤がなかったら、普通の鬼ごっこみたいになっちゃうね。だからその色を探しながら逃げるみたいなものですね。面白い。そんなのやってたっけ？やってたと思うんだけどな。もう軽く15年ぐらい前、もっと前だね。あと、高鬼は、高いところに逃げられる。高いところに逃げたら鬼は捕まえることができないっていうのが高鬼。はい。これがね、鬼ごっこから派生した、遊びでございます。箸だって。箸。はい。箸。あとはですね、だるまさんが転んだとかもやりましたね。これは多分幼稚園ぐらいかな。小学校ぐらいだとちょっとつまんなくなるかな。だるまさんが転んだっていうのは、一人の人がなんか木とかがあって、木とかに一人の人がこう目をつむって、だるまさんが転んだで後ろを振り向くんですよね。で、後ろに振り向いたら子供たちが、その鬼の方に歩いてきていて、だるまさんが転んだって言って振り返ったら、その子供たちは動きを止めなきゃいけない。はい。これ皆さん、これどっかで見たと思った方は、イカゲーム。韓国ドラマのイカゲーム。スクイッドゲームですね。で、なんだっけ。ありましたね。鬼に見つかったら、女の子、巨大な女の子が、なんか、ムーグー、ムーファーコッチー、なんだっけ、ピヨスミダみたいな感じ。合ってる。ムーファーコッチー、ピヨスミダって言ってたの時に、女の子がくるって後ろ向くでしょ。それで、動きが止まってなかったやつは全員死ぬみたいな。私はイカゲームで
あれです。はい。はい。まあ、だるまさんが転んだも同じルール。うん。そう。まあ、知りませんよ。実際の幼稚園の遊びは知りません。はい。まあ、動いたらそこで終わり。で、最後まで、鬼のところまで行けた人が勝ちというですね。はい。で、だるまさんが転んだね、韓国でもあって、日本でもあるんですけど、じゃあ起源はどこだろうって言って思って調べたら、なんとね、スペインに、でも同じような遊びがあり、イギリスとかアメリカにも同じような遊びがあったらしいんですね。そう。だから、だるまさんが転んだの起源は、アメリカ、イギリス、スペインあたりみたいな。とにかくそっち系らしいです。意外にね。うん、知らなかったですね。はい。あとはですね、まあ、いっぱいあるんですけど、あとはね、缶蹴りとかね、缶を蹴って、遊ぶゲーム。これも鬼ごっこにちょっと似てますね。はい。あとはね、軽泥。軽泥。これもね、鬼ごっこが派生した。もう大体鬼ごっこが派生した遊びばかりなんですけど、軽泥はね、もっとね、高学年向け、小学校高学年とか中学生とかでやってましたね。うん。ちょっと難しいし、チーム戦になるんですよ、軽泥は。で、軽泥っていうのは、地域によっては泥系って言ったりね、どっちでもいいやって。軽泥か泥系、どっちでもいいって感じなんですけど、まあ、私のエリアでは軽泥でしたね。は、警察と泥棒に分かれて、まあ、戦う遊びです。はい。警察チームと泥棒チームがいて、警察チームが、まあ、鬼みたいな感じで、泥棒を捕まえる。で、泥棒を捕まえたら、まあ、泥棒と警察って半々ぐらいだったかな。警察の方が少なかったっけな。うん。で、まあ、でも複数人いるんですよ。で、警察がわーって言って、泥棒を捕まえる。で、警察の陣地みたいなところがあって、その陣地に一応刑務所っていうのを作ってて、まあ、結構リアルな結構リアルな遊びで、その刑務所に捕まえられた泥棒たちは行くんですね。連れてかれる。ただ、その刑務所に泥棒たちが、他のまだ捕まっていない泥棒たちが、もう捕まっている泥棒を助けることができるんですよ。脱獄みたいな。ね。で、捕まえて、そうするともう一回逃げられるみたいな。だから警察は、すべての泥棒を捕まえなきゃいけなくて、泥棒は捕まった泥棒たちを助けるみたいなのがミッション。うん、これは多分一番遊んだな、私は。軽泥。うん、複数人でできるし、結構なんか、レベル高いんで頭使ったり、で協力ゲームなんでね。はい。ってな感じ。最後にね、一つ、ちょっと怖くねっていう遊びがあって、花一門目というね、遊びもありました。これもね、だるまさんが転んだと同じで、幼稚園から小学校、低学年ぐらいまでかな。うん。で、遊ぶんですけど、これはね、ちょっと変わった遊びで、花一門目は、まず二組に子供たちが分かれます。で、一組、例えば5人とか。もう一組も同じ5人とか。で、5人は、チームでみんな一列になって手をつなぎますね。で、手をつないで、その二組は向かい合います。で、じゃんけんポンして、勝った人からスタート。で、歌を歌いながらゲームをするんですね。これ。一番最初が、勝って嬉しい花一問目ですね。で、この勝って嬉しい花一問目で、そのじゃんけんに勝った側はこれを歌いながら、もう一つのチームに近寄っていきます。で、花一問目で片足を蹴り上げる。ペシッ。ね、実際に蹴らないよ。当たらないレベルでね。で、その後、もう一つのグループが、負けたグループが、負けて悔しい花一問目で同じこと、前に進んで、片足を目で上げますね。はい。で、なんだっけな。で、いろいろね、エリアによって歌が変化してて、私の場合は、隣のおばさんちょっと切っておくれ。鬼がいるから行かれない。お布団かぶってちょっと切っておくれ。お布団ビリビリ行かれないだった。意味がちょっとよくわからないんですけど、とにかくなんか鬼がいるからちょっといけねえわみたいな
でその後にあの子が欲しい、あの子じゃわからん、相談しましょう、そうしましょうって言って、相手チームのあの子が欲しいっていうのを指名するんですよ。でじゃんけんして勝った人はその子が、こっちのチームに入るみたいなやつなんですね。で、人が0人になったチームが負け。だから人取りってことですね。そう。でまた勝った側は勝って嬉しい花1問目で、負けた人は負けて悔しい花1問目でみんなで歌ってやるっていうんですけど、これ普通によく遊んでたんですけど、よく考えて大人になって考えるとね、よく考えたら歌詞がすごく怖くて、だってあの子が欲しい、あの子じゃわからん、相談しましょう、そうしましょうで、しかもなんか鬼がいるから行かれないとかね、行きたくないんだよね。お布団かぶってちょっと来ておくれ、お布団ビリビリ行かれないとかね。でこれがこのゲームはちょっと諸説ねあるんですけど、江戸時代以前に普及した遊びらしい。でその花一問目の花っていうのが若い女性の隠語なんじゃないかとね。若い女性のことを表しているとね。はい。なのであの子が欲しい、あの子じゃわからんとか、鬼が濃くて行かれないとか言ってんのは多分人身売買みたいな話で、人買いの話みたいなですね。はい。でこの鬼っていうのはなんか悪い人たちで、若い女の人たち、お金のない若い女の人たちが売られていたっていうのを子供たちが遊びにしたんじゃないかっていう説があってめっちゃ怖くね。であの子が欲しい、あの子じゃわからん、相談しましょう、そうしようっていう話でしたね。花一問目。はい。結構残酷ですね。はい。他にもね、日本のその昔の遊びでこの歌を歌いながら遊ぶ遊びとかもあるんですよ。はい。なんかね、かごめかごめとか通りゃんせとか、昔の歌っていうのは結構歌詞が残酷で、これについてはまたね、別のエピソードで紹介したいと思います。はい。以上でございますね。いかがでしたでしょうか。皆さんはどんな遊びを子供の頃やってましたか？外でね。なんかサッカーとかそういうスポーツ以外で。で、今ね、私が紹介した遊びのように似ている遊びはありましたでしょうか？ね。私はこの軽泥が大好きでしたね。軽泥のね、高尾にはよく遊んでたなと思いますね。はい。ぜひね、あなたの国の伝統的な遊びとか、みんながよく遊んでいた外遊び、教えてくださいね、コメントで。はい。今日は、日本の子供たちの遊びについてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。一応ですね、8月1日から私のプライベートレッスンの、一般受付を開始いたします。ずっと結構ストップしてたんですけど、はい、もう一度始めますということで、ぜひウェブサイトから予約できますので、ワンレッスン30分の会話レッスンですね。お申し込みお待ちしております。はい。あとね、シャドーイングコースもまた新しくどんどん募集しておりますので、シャドーイングやってみたい方ぜひ、ウェブサイトから、参加してみてください。サブスクリプションになりますので、毎月自動的に更新されるので、シャドーイングコースね、それはご注意くださいね。はい。あとはサニーサイドジャパニーズ、こちらはグループクラスなんですけど、もっと、みんなで日本語を勉強するコミュニティのようなものになっております。他の先生と一緒にグループクラスで意見交換したりとか、なんだろうね、部活で
読書部があったり、シャドーイング部があったり、ゲーム部、音楽部があったりで、メンバーイベントがあったりとか、毎月のキャンペーンっていうのもね実施しておりまして、毎月のキャンペーンではねいろんな日本語についた、ちょっとした面白いイベントを、やっております。8月のキャンペーンはですね、絵日記です。はい、絵日記をみんな書いてディスコードで皆さんの絵日記をアップしてくださいっていうのが今月の、なんていうのイベントですね。はい、先生たちもやります。はい、私絵がすごく下手なので、ね、ちょっと大丈夫かなって感じなんですけど絵日記っていうのは絵を描いて下に文字の日記を書くというね、日本語の勉強にもなるし、ちょっと面白いのでぜひ、参加してみてください。そして今期間限定で、15日間のトライアルプランっていうのが出ております。ちょっとねサニーサイドちょっと様子を見たい、ちょっと部活だけ参加してみたいなみたいな、ちょっと試してみたいって方におすすめです。少し割引になっているので、もし気になる方、こちらの15日プランから始めてみてください。はい。あとそうサニーサイドジャパニーズのねポッドキャストもありまして、 YouTube チャンネルも始まったのでぜひこちらもチェックしてみてください。Apple Podcast や Spotify でも聞くことができます。はい。あとは Patreon、 こちらのメンバーも募集しております。 Patreon では、おやすみポッドキャストというボーナスコンテンツポッドキャストも聞くことができますので、ぜひ参加してみてください。はい。そうね、8月に入りましてね、夏も本番です。はい。と言いながらね、結構ね、こちらフランスのナントはね涼しくなってきて、ちょっと寒いレベルですね。いや、いいね。涼しい夏はもう大歓迎だよね。はい、そんな感じです。ちょっとね天気もね不安定なんですけど、やっぱ夏らしい豪雨みたいなものも最近あって、急にものすごい量の雨が降ったりして、はい、それもねちょっと夏らしくて、ちょっと危ないんですけど、やっぱちょっと夏の風物詩っぽくてちょっと好きなんですけどね、この大雨ね。皆さんは気をつけてくださいね。台風とか大雨とかいろいろありますので。はい。では今月も一緒に頑張っていきましょう。それではまた次回。さようなら。